ご身体ぐらいの大きさですよね。この部屋の守護神初音ミクのフィギュアです。で、私の宗教観としては絶対ミクさんは3匹で読んでしまいます。結局その買う理由を探すというか、最終的に買わないと連れ出してもらえないですからね。まあ加工力ですよね。重さがいいんですよね、フィギュアは。南青山マニアックチャンネル。こんにちは。こんにちは。よいしょ。芽ネギです。芽ネギさんは何をはい集めていらっしゃるんですか？初音ミクのフィギュアです。はい、上がってください。ここに塗ります。ボーカロイドのフィギュアです。数はちょっと数えたことがなくて、どれくらいでしょうね。3桁はあるような気はしてます。ちっちゃいのも入れれば。ここが普通のスタイですけど、よく見るミクさんのタイプですね。ミクさん今4つぐらいソフトが出てるんですけど、この辺り微妙に衣装が違うので、この辺りをここら辺に置いてて、でここがディーバっていうリズムゲームがありまして、ボカロ曲を使ったそれのモジュール、いろんなそのゲーム内の衣装替えができるのがあって、そのいろんなお洋服のミクさんがここがディーバゾーンです。で、この下は身長低めの子でお気に入りの子たちを何人か置いてて、この下が初音ミクシンフォニーって言って、オーケストラと毎年1回コンサートを開いていて、それ関連の衣装のフィギュアですね。こっちがミクさんの家族的存在が他に5人いるんですけれども、その人たちをバーッと並べてますね。クリプトンファミリーゾーンですね。インちゃん、レンくん、メイコ、カイトルから。結局みんな好きなので買わないようにはしてるんですけど、1人でもミクさん以外がいると結局6人揃えたくなっちゃうのでダメなんですよね。買うなら箱で買わないといけないからと思ってだいぶ取捨選択はしてます。自分の部屋をそうですね、建てる時に上はちょっとギャラリーみたいにしたいなと思って、これ全部可動棚なんですけどつけてもらいました。100均でテープライトを売ってて 2m で500円ぐらいのやつなんですけど、それ一生懸命貼ってここら辺自分で友人のネジをガン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 打ち込んでやりました。後ろに行っちゃうと身長重なってると見えなくなっちゃうので、これとか台をかませて後ろの子でも見えるようにしてます。これも全部100均です。身長とかも考えて並べてます。集め出したのは割と高いのを買えるようになったのは働き出してからなので結構最近なんですけど、それまではゲーセンで取れる安いフィギュアを集めてたのが多分高校生ぐらいですかね。一番最初に買ったフィギュアがこのルカさんのこの子なんですけど、これが多分人生初のボーカロイドのフィギュアです。記念すべき第1号ですね。初めてボカロ曲を聴いたのが中学1年か2年の時で、塾の友達の真帆ちゃんっていう女の子がボカロ曲当時流行ってたんですけど、
ボカロ曲は興味ないかもしれないんだけど、ジャスビーフレンドっていう曲がすごい泣けるので聴いてみてくれないって言われて、家帰って YouTube 聴いて、それで衝撃を受けたのが初めてで、そこからボカロ曲聴くようになったので、一番最初にミクさんから入ったわけではなかったんですよね。最初ルカさんの曲を聴いて、であとグミちゃんがボカロを歌ってるキャラクターがいるってことを最初は知らなかったので、そのキャラクターとしてのボカロに興味を持ったのはグミちゃんで、クリプトンと違う会社のボカロキャラなんですけど、でそこからだんだん裏のキャラに興味を持ち始めて、これを全てる初音ミクっていうボスがいるっていうのに気づいて、そこでやっと認識したって感じです。ゲーセンで取れる安いフィギュア、プライズフィギュアって呼んでるのと、あとだいたい2万いくらのスケールフィギュアでしっかりしたタイプがあって、スケールの中で一番好きなのはこの子ですね。すごい作りがいいっていうか、この肌の質感がすごい好きで、すごい本物の肌みたいじゃないですか。あとこの光沢のあるパールのこういうところと、肌のメリハリがすごい綺麗で、このフィギュア出してるメーカーがすごい質感がとっても上手というか素晴らしい、どのフィギュア出しても大当たりのフィギュアメーカーさんなんですけど、これも同じフィギュアメーカーさんから出てるけど、この風船の質感がすごくて、本当に空気がパンパンに入ってるかのようなパツンとしたのがすごい好きです。フィギュアってスケールが決まってて、何分の 1？ 実寸大に落とした時の何分の1かサイズで、出てるんですけど、この子は大きい4分の1サイズですね。フィギュアの中だと結構大きい方になってくるんですけど、やっぱ4分の1だと迫力ありますよね。ご身体ぐらいの大きさですよね。この子とあと色違いというか、雪ミクっていう雪ミクバージョンも同じ4分の1スケールで持ってまして、この2人がこの部屋の守護神のような感じですね。自分の中でちゃんとリューデリというかかけてはいるんですけど、審議会を結局買う理由を探すというか、最終的にここが素敵だから買おうって、一応自分の中で買うポイントは見つけてから買うようにはしてます。発売の半年とか1年前から情報が開示はされるので、だいたいこの時期に発売になるだろうなっていうあれは組めるんですけど、不可抗力ですよね。買っちゃいますね。出してくれるだけありがたいので、本当に買わないと次出してもらえないですからね。中古はもう集め切ってしまったというか、あまりこの 1,2 年は中古屋にはもう行ってなくて、その新作を正規店で予約をして、で時期が来たら届くなりっていう感じでお迎えをしてます。でも私あんまり通販でフィギュア買うのが好きではなくて、フィギュア結構重たいんですけど、それを秋葉原とかってその正規店でフィギュアをこの商品で棚に並べて売ってるお店、新作フィギュアを置いてるお店とかが結構あって、そういうところで実物を抱えて買って、その重みを帰り楽しみながら帰るまでがフィギュアの値段だと思ってるので、結構重いの抱えて帰るのが好きです。通販だとやっぱ家にパッて届いてそれまでなので、重さがいいんですよね、フィギュアは。ミクさんってさっきから呼ばれてるんです。普段から。はい、ミクさんはミクさんですね。こんなにだって一応設定16歳なんですけど、それでこんなワールドワイドに活躍されてる方はいないので、
尊敬ですね。私の宗教観としては絶対ミクさんはさん付けで呼んでしまいます。曲だけはもうその中学生から今までずっと聴いてます。席中ももちろん、最近も昼休みとかの暇な時会議室取ってボーカル聴きながらお弁当食べたりもしてます。会社の中で友達いたら、一緒に好きな友達いたらいいなとは思うんですけど、まあいないですね。デスクにもミクさん置いて仕事をしてるので、可動フィギュアの子を一人洋服を着せられるタイプの子を置いているので、一緒になんかこう仕事してる感じで残業中は励ましてもらってます。旅行先とかで、はいはいはい、アクスタ置いて写真撮ったりしてる人いるんですけど、はいはい、エネギさんもそういうのってやる？はい、やりますね。そのアクスタが人形この、私はよく小さい子を持っていくんですけど、こういう子ですねを一緒に旅行っていうか、ちょっとお出かけしたり、なんかちょっと美味しいもの食べに行くとかは必ず一緒に連れてって写真を撮ってます。いやー、可愛いんですよね。だいたい家族で趣味を共有するタイプのファミリーなので、イベントももちろん母も行ったことありますし、ドールの服を作ってくれていて、多分今着てるのみんなそうなんですけど、毛糸が得意なので、ニットを、そうなんですよ、作って、ちっちゃい子用の洋服を作ってくれます。私の時代は何だろう、リカちゃん初代で遊んでた頃なので、それから何十年こうやってお人形遊びじゃないですけど、なんだろう、ちょっと開花しましたねおかげさまで。娘にイベントとか先々のことを教わって、じゃあこれ編んだら喜ぶかなって、自発的にね、ミクさんではなく娘が喜ぶかなっていうのでちょっとやってます。私の推しは娘なので、娘が推すものは何でも推すっていう、誤解されない表現をしてくれますかミクさん可愛いって言ってたじゃん。可愛いですよね。頭のねんどろちゃんの頭が可愛いって言ってたじゃん。可愛いですよね。可愛いと思いますこっちの服は私が作ったんですけど、どれですか？この服マジカル未来の衣装で、これが去年の衣装、こっちが今年の衣装。イベントにドールを皆さん自分の子たちを連れてこられるので、中にはこうやってイベントの衣装を作って持ってこられる方もいて、で私も作ってそういう方と交流してっていうのがイベントの醍醐味です。なので親子で素材は違うんですけど、一緒になんかイベント前はあだこだ半合宿状態でやってます。コスプレも一応今年この衣装でこの子と一緒にやったんですよね。コスプレはもともとしてた、コスプレってディズニーのハロウィンを結構長いこと衣装作ってやってっていうのをやってたので、その延長でちょっとミクさんでもチャレンジしてみようかなと思って、コスプレは妹も一緒にやったんですよ今年。あ、そうなんですか。これのりんちゃんもその今年の衣装があったので、りんちゃんとミクさんでやりました。今年のこれがすごい難しくて、ここで一回切れてるんですよね。でこうリングの輪っかがあって、でもこれが生えてるっていうで、ドールはなんとかなったんですけど、人間のこれを作るのがめちゃめちゃ難しくて、もう発狂しながら作りました。このボリュームを出すのがすごい2キロぐらいになっちゃって、ウィッグがもう首こんなんになりながらイベント参加するっていう。今年の子っていうのもあって、これのコスプレされてる方は結構たくさんいらっしゃったんですけど、なんかそういう方たちと一緒に写真撮れたりっていうのが楽しかったですね。どうもち
ゃんでもあれですけど、結構その一つのコンテンツを好きな方とやっぱインスタなりツイッターなりを通じてつながって、まあ、イベントで挨拶したり喋ったりっていうのはもちろんそうですし、結構さっき映した同僚の世界が結構深いというか面白いというか、いろんな方がいて、例えばなんかこうイベントとかない日の土日にちょっと集まって皆さんの同僚を持ち寄って撮影会をしたりみたいな、そういうのにも最近読んでいただいたりとか、そういうのでこう交流が広がって、ミクさんを軸にしてるので結構もう年齢層もバラバラですし、そういう人とね、普段会社だったらね、会社とか同級生だったら同年代の、女性としか友達にはあんまりないんですけど、ミクさんを通じていろんな方とお話できるのはすごい面白い、楽しい、おかげですごい楽しい生活を送ってますよ。ミクさんってあれなんですよ、多分これみんなそういう考えなんですけど、人には人の初音ミクがいまして、全部あそこにいたのも全部一人一人違うミクさんで捉えてて、ファンとしては。でしかもその何でしょうね、やっぱキャラクターだし実在しないし、しかもなんかこう電子的な存在というか、その中でこの世にこう3次元で舞い降りてきてくれる存在がフィギュアなので、昔の人も多分仏像とかそういう感じで持ってたり、ちっちゃい神様的な感覚で持ってたと思うんですけど、私にとってはそのフィギュアですね。だから全部仏像みたいな感じでご知りたいです。ミクさんのこの世に現れた持ってる姿がフィギュアっていう感じです。グッズはまだ何でしょう、飾れてないグッズとかはここにファイルに挟んでおいたりはするんですけど、多分物はありますね。フィギュアの空き箱はさすがに入んないのでクローゼットの中にぶち込んでます。いや捨てらんないですね、箱は。ブリスターもミクさんの形をしてるので捨てられないんですよね、なんか愛おしくて。で全部取っといてます。飾るの多分スペース詰めればどうにでもなるんですけど、箱の置き場がねもうなくて、意を決する日が来るのかもしれないけど、もうちょっと粘ろうと思います。多分永遠に増え続ける気がするので考えます。3年後ぐらいに考えます。ずっとなんか自分の部屋を持つのが夢だったのもあって、今年の4月に家を建て替えたんですけど、なんか自分のその部屋の狭い空間にいっぱいこう詰めたいっていうのがあるので、自分の部屋からこう外に出したりはしたくなくて、できるだけ部屋の密度を限界まで上げようかなと思ってます。配置台をちまちまやってたりして、なんか完成しない、多分一生完成しない気がします。いやーたまんないし、なんか自分が思ってたより癒されますね、この空間って。なんかその自分の好きなものが詰まった部屋を作るのはずっと憧れではあったんですけど、思ったよりヒーリング効果が高いです。